OZ13MS ガンダムエピオン。ガンダムエピオンは1995年に放送されたテレビアニメ新機動戦記ガンダムウィングにおいてヒーロユイやゼクスマーキス、モトイ、ミリアルド・ピースクラフトが登場した機体です。最終的にはミリアルドの上記としてヒーローたちの前に立ちはだかり、人類に戦争の愚かさを見せつけるべく戦いを繰り広げました。今回はそんなガンダムエピオンとその派生機について解説させていただきます。とりあえず今はこのエピオンを使わせてもらう。アフターコロニー145年、まだコロニーの伝説の指導者ヒーロユイが学生だった時代、ギリーナやミリアルドの血縁者であるカテリナ・ピースクラフトは友人のドクター J ことジェイヌルに愛猫サムのクローンを作ってほしいと依頼しました。そしてジェイは主人の反応や声色、表情のような不確実な情報を読み取り、猫の感情を表現するプログラムとして後のゼロシステムを開発し、さらにサムの DNA から生み出された AI サムが制御するシステムとそれを搭載した戦闘機ワイバーンを作り上げました。その後カテリナはワイバーンに登場してサンクキングダムを支配していた地球連合反乱軍を懐柔したのでした。こうして誕生したプロトゼロシステムは本編に登場するモビルスーツの戦闘向けゼロシステムへと発展していくことになります。そしてトレイズはこのゼロシステムを入手し、さらにウィングゼロの設計データもオズのエージェントを使って盗み出すことで新たな機体ガンダムエピオンを開発していくのでした。ここに君の今後の生き方を示す道しるべがある。次世代のという意味を持つ機体エピオンはトレーズの哲学と美学が反映された結果、決闘用の機体として開発されました。トレーズは地球統一連合士官学校時代にトールギスと出会い、そこにいたハワードからトールギスはたった1機で数千の敵を相手にするために作られ、モビルスーツとは本来この戦い方こそ最も有効な活用方法であるという話を聞いて、この考え方にエレガントですねと感銘を受けていました。またトレーズは戦い続けることが人間の存在意義であると考えていましたが、実際にゼロシステムで未来を見た時、それは間違いだと知りました。こうしてトレーズは後の未来のために戦う行為の答えを見つけなければならないと考え、自らの騎士や軍人としての信念を反映させた機体としてエピオンを開発しました。そんなエピオンのカラーリングは紅と黒を基調としていますが、本来トレーズは幼い頃、母アンジェリーナ・クシュリナーダと弟バン・クシュリナーダと共に旅行で見たノルウェー海の美しい流氷の光景から青と白を好み、過去には自身の部隊のモビルスーツのカラーリングを白に統一していました。また青と白は英雄の色であると考えています。しかしエピオンのカラーリングは英雄とは真逆となっています。トレーズは過去弟のバンにロームフェラ財団とクシュリナーだけを継承させようとしましたが、最終的にバンがコロニーから戦いをなくすための圧政を敷き暗殺されてしまい、母アンジェリーナも巻き込まれてしまいました。こうしてトレーズは自身の判断の過ちに嗚咽するほど悲しみました。この事件から支配という抑圧しか残さぬ惨めな勝利者よりも美しく己に厳しい栄光ある敗者になりたいという願望が生まれているので、エピオンは英雄とは真逆の敗者の期待という思想が込められており、カラーリングにも反映されているようです。そんなエピオンの開発経緯は2007年に発売された書籍モビルスーツエンサイクロペディアでは、対ガンダム戦闘データと乙月面基地に回収されたガンダムたちを参考にして開発した機体とされており、2012年に発売された書籍電撃データコレクションではトールギスとオペレーションメテオに投入された5体のガンダムのデータが反映された機体とされていました。しかしフローズンティアドロップで過去のストーリーが保管されたためか、漫画敗者たちの栄光ではウィングガンダムプロトゼロ試作0号機の設計図とゼロシステムの起動ユニットを入手してオペレーションメテオ以前から開発を開始していたという設定になっています。エピオンはウィングゼロと同等の出力を持つスラスターを搭載しているため非常に機動力が高く、劇中ではエピオンに初めて登場したヒーローが一瞬のうちにモビルドールを殲滅していく様子が描かれています。また可変機構を有しており、総流を思わせるモビルアーマー形態を取ることが可能です。背部メインスラスターを塞ぎ、代わりに股間部からバーニアが露出します。なお長時間の巡航を可能とするこの形態は
アニメ放送当時の新機動戦記ガンダムウィング公式モビルスーツカタログなどではモビルアーマー形態、電撃データコレクションではバード形態とされていましたが、フローズンティアドロップでワイバーンが登場したことから、現在はワイバーンモードと呼ばれることもあります。なお、小説版ではエピオンのデザインは存在しないものの、変形機構は搭載されておらず、トールギス並みの展開式バーニャを背負った機体とされており、トールギスでもガンダムでもないとされています。次に、エピオンにはエピオンシステムが搭載されています。ゼロシステムと同質の操縦インターフェースであり、これはリアルタイムで戦況を演算処理して導き出される最良の戦術をパイロットの脳に直接伝達する上に、ドーピングのように身体能力を無理やり引き上げることまで可能なので、パイロットの限界を超える機体性能を発揮します。システムがパイロットのことを考えずに勝利のみを追求してしまうため、ヒーローたちのようにシステムに耐えられる強靭な精神力が求められます。私の戦う相手はこの男ではない。エピオンのコックピットにはフロントモニターがありますが、これはあくまで航行時のサポートモニターであり、戦闘時にはバイザーが取り付けられたヘルメット内部にパイロットに必要な映像や情報が投影されるようになっています。武装としては格闘戦に美しさを見出し、騎士道精神的な決闘を主目的としていたトレーズの一行により、ビームソードとヒートロッドのみが搭載されました。ビームソードは右腰部に接続されたケーブルを通じて本体のメインジェネレーターからエネルギーを直接供給しているため、大出力を誇ります。劇中ではエピオンの主力兵装として使用されていることに加え、最大出力にすることでバルジを一刀両断しています。次に、左腕に搭載されるエピオンシールドにはヒートロッドが搭載されています。アンチビームコーティングが施された小型のシールドに搭載されたヒートロッドは無知のようなしなやかさを持ち、敵機を絡め取って自由を奪うことも、灼熱化させて敵機に振るうことで切り裂くこともできます。テレビ内では常に伸びた状態でしたが、モビルスーツエンサイクロペディアでは数十メートルまで延伸可能とされていて、自在に伸縮可能なようです。劇中では攻撃をかいくぐりながら一瞬のうちにビルゴを切り裂いていく姿が描かれているほか、ウィングゼロのバスターライフルを絡め取るといった様々な使い方がされています。なお、モビルアーマー形態では尻尾のように接続され、あまり攻撃には使いにくそうにも見えますが、フローズンティアドロップではモビルアーマー形態の時にこそ最も効果的で広範囲に見せる武装と語られています。その他には両前腕部にエピオンクローを持ちます。敵機を切り裂くことが可能なほか、モビルアーマー形態のランディングギアとしても使用可能とされています。ただし作中では使用されていませんでした。このように射撃兵装を持たないエピオンですが、テレビ最終話ではウィングゼロのバルカンを避けた後、エピオン側から謎のバルカンのような攻撃をウィングゼロに浴びせる描写がありました。エピオンが映っていないので、アニメ内ではこの攻撃の正体がはっきりわかりませんが、書籍モビルスーツエンサイクロペディアではホワイトファングによって頭部に牽制用のバルカンが設置されたとされています。この機体の能力分かっていないようだな。次に、敗者たちの栄光版に登場したエピオンのデザインは大きくは変化していないものの、細部が異なっています。武装もテレビ版と同様ですが、テレビ版のビームソードは右腰部のエネルギーサプライヤーからケーブル接続されているので、右手で構える必要があったのに対し、エンドレスワルツ版では両腰にエネルギーサプライヤーを装着することができるので、両手どちらでもビームソードが使用可能になりました。また追加装備シュトルムーントドラングが登場しました。エピオンウィングに似た形状のこの兵装は防御形態ディフェンサーモードとビームソードを装着して、さらに巨大なビーム刃を形成する攻撃形態スバイヘンダーモードという攻防一体の兵装となっています。漫画作中ではリーブラ戦でディフェンサーモードを使用してウィングゼロのバスターライフで最大出力をしのぎ切っており、さらにウィングゼロとの一騎打ちの後、リーブラの動力炉を破壊する際にスバイヘンダーモードを使用する様子が描かれています。そんなエピオンはアニメ劇中ではウィングガンダムに登場するヒーローがリュクセンブルクの戦いで苦戦する中、トレーツがヒーローにエピオンを託しました。その後ゼクスが登場するウィングゼロと戦いを繰り広げた際に、両者のゼロシステムがシステムダウンして一時行動不能になります。そしてヒーローはエピオンのゼロシステムが自身に馴染まないため、
ゼクスと機体を交換し、エピオンはゼクスが登場していくことになりました。そしてゼクスはミリアルド・ピースクラフトを名乗り、ホワイトファングの指導者として戦争の根源である地球の存在を否定し、地球にリーブラを落とそうとヒーローたちと戦いを繰り広げました。私の敵は地球であり、地球の代表者たるトレーズ貴様なのだ。エピオンは射撃兵装を持たないことから一見不利にも見えますが、モビルドールを活用してカトルたちを追い込んでいく様子も見られました。また機体性能が非常に高く、接近戦では強化されたデスサイズヘルでさえパワー負けする様子も見られます。そしてミリアルドとエピオンは最終的にヒーローとの一騎打ちで敗北した後、リーブラの動力炉を破壊して爆発とともに消えました。私はどこまでも生き抜いてみせる。誰よりも厳しく戦士としてな。その後フローズンティアドロップの作中で生き残ったミリアルドは最悪の事態を考え、エピオンは破壊せずに隠して保管した方がいいと判断し、火星にいるオズスペシャルズの頃の友人エルブ・オネゲルに預けました。しかしエルブを殺害され、エピオンは奪われてしまいます。そして失った左腕は銀色のものに修復され、モビルアーマー形態の機種となる脚部先端に連装ビーム砲が追加されました。そしてエピオンのゼロシステムに記憶されたミリアルドの残留思念ゼクスマーキス上級特佐の蒸気となります。こうしてエピオンはプリベンターの一人であるチャン・ウーフェイ改め漁師チャンが登場するエピオンパイとの激闘を繰り広げていきます。エピオンパイはエピオンの設計データをもとに漁師チャンが独力で開発した機体となります。チャンはかつての愛機同様ナタクと呼んでおり、カラーリングが元のエピオンとは異なります。武装は右腕に大型クロードラゴンハングを搭載しており、伸縮機構を持つだけではなくビームカノンとマシンキャノンも内蔵されているので射撃戦が可能です。なおモビルアーマー形態時は三つ首の竜のような姿となります。作中では漁師チャンは高い操縦技術でエピオンを圧倒していましたが、最終的にモビルドールビルゴ4も参戦したことでエピオンパイは窮地に瀕し、スノーホワイトとワーロックの協力を得てエピオンを撤退させることに成功するのでした。また再びエピオンと50機のビルゴ4と対峙した際にはゼロシステムでモビルドールにクラッキングを仕掛けながらエピオンと戦いを繰り広げたり、サーベラス3機を圧倒するなど、エピオンパイは漁師チャンのパイロット性能も合わさってその強さを見せつけるのでした。ウーフェ、システムを使いこなすようになったか。余談ですが SD ガンダム G ジェネレーションシリーズではエピオンの支援を目的とした機体ガンダムアクエリアスが登場します。これは対モビルドール戦に対応するべくアンチモビルドールシステムを搭載した機体で、アクエリアスがモビルドールを行動不能にしてエピオンがその間に指揮機を撃破するという戦術が考案されていたという設定になっています。今回はこれで以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。